ゴルゴもびっくり。どうも、ババキリフタでございます。今回紹介するのは PS4 ゲームヒットマンであった面白すぎた暗殺ランキングトップ10ヒットエンドラン。第10位、バースデーサプライズの悲劇。バンコクのとある高級ホテルをほぼ貸し切り状態で収録を行っていたインディーバンド。この日はこのバンドのセカンドアルバム収録の日であり、またボーカルジョーダン・クロスの記念すべき27歳の誕生日でもあった。金持ちの親父をバックに、これから華やかなアーティスト生活がジョーダンに訪れるはずだったのだが、しかし誰が呼んだかヒットマン。彼はこのジョーダンの夢をことごとくぶち破った。特にその中でも一番彼のプライドを傷つけたのがこちら。ケーキに頭を突っ込んでの窒息死であった。誕生日の日に、セカンドアルバム収録の日に、とんでもない仕打ち。彼はこの収録のためにやってきた。大勢のスタッフの前で、ケーキに頭を突っ込んで死んでいるところを発見される。なんとも恥ずかしいこの死に方は、ネットニュースの話題となるに違いない。第9位。ファー！イタリアのサピエンザに大豪邸を構える。何やら怪しい研究をしている男、カルーソ。今回、不幸にもヒットマンに目をつけられた彼は、自分の趣味であるゴルフを逆手に殺されることとなった。誰もがそんなところに死の危険が待っているわけがない。そう思っていた矢先に起きた事件。それが、こちら。ゴルフボールを打った本人がまさかのこれはキャディさんによる陰謀なのか、それともゴルフボールによる不慮の事故なのか。とにもかくにもゴルフをやる際は周囲に注意を払って紳士的にプレイしよう。第8位、恐怖のリズムゲーム。皆さんは日本で大人気のダンスゲームをご存知だろうか。画面内に出てくる矢印をタイミングよく足で踏んでスコアを競う。例のあのゲームだ。今回ヒットマンはこのゲームに興味を持ったらしく、一般人のプレイにちょっとしたちょっかいを入れたそうだ。汗が飛び散るハードモード。そんな中、コンボを決めまくるベテランだった彼も何かの異変に気づいたようだ。そしてその瞬間、彼はハードラックとダンスっちまった。交代できるようなゲームをする際は一人で占領せず、他プレイヤーのことも考えてやった方が良さそうだ。ちなみにこのゲームはヒットマンにとっては割と難しいものとなっていたようだ。第7位、ゴッドハンド。高額の横領をした結果、モロッコの大衆に命を狙われることになったストランドバーグさん。彼は領事館にて神の手を持つマッサージ師により体と精神に溜まったストレスを解放しつつあった。心を委ね、日頃の鬱憤を吐く。もはやそこは天国。ターゲットダウン。そう、彼はゴッドハンドの手により気づかぬうちにお行きなさったのだった。首ポキをし続けると脳卒中を起こすだとか、半身不随になるという恐ろしい話を聞いたことがあるが、まさか死ぬとは思わなんだ。あいやー。第6位、サウナに潜む危険。日本といえば温泉。温泉といえばサウナ。今回の事件はサウナ大好き山崎さんが北海道のサウナ室で死んでいた話だ。彼女は他の人と一緒にサウナに入るのを好まなかった結果、そこをヒットマンにつけ込まれ、殺されてしまう。開けなさい。何してんのよ。立ちなさいよ。だってったらちょっと。マックス温度のサウナにロックダウン。最初はヒットマンのいたずら心に笑っていられたが、
しかし、よくよく考えると、なんともおぞましい事件だ。やっていいことと悪いことの区別って、とっても大事。第5位、身から出たサビ。マフィアと裏で繋がっていて、周囲の人に不愉快な気持ちを当たり散らすようなやんちゃな男が市長になる。警察がこんなことを知ったら、さすがにほっときはしないだろうが、しかし、この男の狡猾ぶりは、警察をも騙した。そこで、今回もヒットマンの出番だ。ヒットマンはターゲットであるマルコを墓所に誘導し、彼自身によりその罪を償わせた。これぞまさに自業自得と言うべきか。日頃の行いは結果的に自分に降りかかる。第4位、完全燃焼。先日、イタリアで行われた映画の撮影。監督兼主演俳優のディーノは、この作品に対して誰よりも情熱を注ぎ、諦めない気持ちを持っていた。なぜなら彼にとってこの作品は、自身の復帰作となるはずだったからだ。しかし、会社の予算も顧みず、好き放題した結果、彼はヒットマンに狙われることとなった。いや、むしろ今回のヒットマンは、彼の要望に応えただけだったのかもしれない。その理由は、この彼の最後を見ればわかるはず。待て、今のなんだ？あれが炎だって？あんなのマッチの火だ。ライターですらない。アイコンの武器だぞ。観客がキャーキャー叫ぶはずのシーンなんだ。これがお前らのベストか？しっかりしてくれ。大したことは要求してないぞ。燃え盛る炎を頼んでるんだ。さっさとやりなせ。よーい、アクション。彼は松岡修造ばりに熱くなった結果、全身が手に負えないほどの熱で覆われてしまったようだ。人が人に向ける情熱というのは、時に胸焼けしそうなほどうざったく感じるもの。頼むから、もう少し冷静になってくれ。ちなみにこの男 D のは、飛びすぎた結果、目の前にあるバキュームノコギリに殺されるといったこともあった。こういう男を見ると、いかに冷静さが必要か思い知らされる。第3位、危険点検。1979年、キューバの飛行場で起きた奇妙な事件を皆さんはご存知だろうか。この事件で死んだというよりは行方不明になった男性、ジャスパー・ナイトさんは今回の被害者だ。彼は言われるがまま整備士についていき、整備士に言われた通り安全点検をしただけだったのだが、ターゲットを排除。さあ出口へ向かって。ご覧の通り、このありさまである。彼がこの後どうなったかはわからないが、まず生きていることはないだろう。第2位、ヒットマイン。北海道のとある病院に心臓移植のため緊急入院した男、ソーダース。今回ターゲットとなったこの男は、その体を医者に全て託した結果、ヒットマンにもてあそばれることとなった。時に代わりとなる心臓を破壊され、時に手術用のロータームで体をいじくり回される。これらの殺され方は彼にとってこれ以上にない最悪な出来事だっただろうが、しかし、この中で最も彼のプライドをズタズタにしたのはやはり、これではないだろうか。やめてください。やめてやめてやめて。全員を突き止めるぞ。まだ探せ。患者
ターゲットダウン。とある手順を踏むことにより、ロボットアームの操作画面をマインスイーパーにできる今作。マインスーパーは失敗すると作動しないが、成功すると上空から落ちてくるひよこ人形と共に、ソーダースを爆殺した。ちょっとしたミニゲームによって天秤にかけられる命。ソーダースには悪いが、不謹慎ながらも笑っちまったのは言うまでもない。第1位。先生を信じすぎた結果。今日本ではエクササイズが大ブームとなっている。痩せるためならどんなことだってする。あの山崎さんもそのブームの影響を受けたうちの一人。彼女はヨガのインストラクターを信用しすぎた結果、その人生に幕を閉じたわけだが、しかし、傍から見ればどうしても笑いをこらえることができなかった。ぶっちぎりで第1位を獲得した死に方。それがこちら。英雄のポーズ2。体幹を意識してそのままキープ。次は反対です。そのまま。では最後に木のポーズ。難しいのでしっかりバランスをとって。まるで不良の自己系の自負画像を見ているかのような不謹慎だけどシュールで笑える殺され方。ヨガをするときは背後の先に気をつけたいところだ。ちなみに彼女は先ほど紹介したサウナやこの殺され方以外にもフグ寿司を食って死ぬという運命をたどることもあった。どうあがいてもネタとして葬られるのは果たして偶然かそれとも必然か。ということで今回はここまで。スギンヘッド。それではまた。さよなら。